水温泉気持ちよかったです。今なんですけど、新潟県糸魚川市です。ここからさらに北上し、上越市に行きます。その後山の方、南魚沼に行きます。強めの寒波が来ているようなので、山で大雪になったら怖いですね。このチェーンの出番がないことを祈ります。今日は雨風が強いです。高速道路上越インターチェンジ降りてすぐの産地直送のスーパーに来ました。ここから山道入りますんで、食材買っておきます。もう傘ちっちゃくなっちゃいました。地元の食材で美味しいもん食べたいですね。椎茸大きい。ホタテ殻付きで3つで500円です。すいません、お好みたい焼き1つください。いや、びしょびしょになりました。でもいい食材たくさん買いました。お店の前でですね、なんとお好みたい焼きというのを売っていました。これは大阪出身のものとしては見逃せません。どんな味するんでしょうか。中にキャベツたっぷりで天かす、紅生姜、ソースの味がして、これはもうお好み焼きですね。ただ最後ほんのりたい焼きの甘さが残る、ご飯のようなおやつのようなたい焼きで美味しいです。ごちそうさまでした。相変わらず雨は強いです。で、風がですね、結構突風みたいな感じで吹きますんで、車がゆらっと揺れます。さあ、今から山道です。今回初めて通る道なんで慎重に走行します。そして暗くなる前にどこかで車中泊します。南魚沼市の南にある南魚沼郡湯沢まで来ました。温泉街ですね。今回は冬の湯沢を車中泊で楽しみたいと思います。ただ車中泊スポット少ないので回って開拓してみます。今地元のスーパーで追加の食材買ってきました。この魚沼産のコシヒカリお米ですね。これを追加で買いました。今現在雨はマシになってきて小雨になっています。現在の気温は5度ですね。風は結構冷たいんで手袋してないと手がかじかんできます。夜は氷点下入りますんで雪に変わると思います。暗くなる前に着いてよかったです。まずはですね、この辺ちょっとぐるっと回って車中泊スポットを探してみます。あ、ここの公園良さそうですね。ちょっと一回寄ってみます。はい、少し町から離れた誰もいない公園に来ました。駐車場のすぐ後ろが公園になっていて、で後ろに川が流れています。もう見えてる山には
クマがいてもおかしくない状況なんで、道路すぐ近くの場所にしました。道路の街灯はずっとつけっぱなしだと思いますんで、真っ暗にはならないと思います。外出るときはクマスプレー所持しておきます。この目の前の芝生の公園なんですけど、雪積もったらめっちゃ綺麗そうですね。近くのホテルはすごいゴージャスですね。なんかカラフルです。バブルの名残でしょうか。駐車場内に自販機があってトイレあるんですけど、こんな感じで木で覆われてます。これは使用禁止なんでしょうか。書いてますね。使用不可って書いてます。今日はキャンピングカーのトイレ使います。でもう一個ここに施設があります。ここも入れなくなってます。これは何なんでしょうか。足湯って書いてます。さすが温泉のユーザーですね。ただここも入れなくなっています。やっぱり完全自立型のキャンピングカーは強いですね。そういや、このクマスプレー自分まだ使ったことないんですよね。一応使い方おさらいしておきます。いざという時使えなかったら意味ないですもんね。ここの上の安全ピンを外します。これでも押せる状態ですね。これで出ると思います。ではカーテンしてシェードして目隠ししておきます。車内かなり暖かくなってきました。今スマホでこの越後湯沢駅周辺の日帰り温泉調べていたら結構な数ありました。明日が楽しみです。今日は後でこのマルチルームのミストサウナだけ浴びます。この加湿器周辺なんですけど、前はこの辺びちょびちょ濡れてたんですけど、この FF ヒーターの前に置くことによって全く濡れてません。これ成功ですね。ただちょっとこの場所邪魔なんですよね。こっち側に寄せておきます。ここも風当たってます。そしてなんと湿度が上がっています。最初 59% だったんですけど 65% に上がりました。これ大成功ですね。FF ヒーターかなりあったかくて、燃料は軽油なんで一晩で1リッターから2リッターぐらいとかなりコストも安いんですが、乾燥するのが辛くて加湿器を導入したんですけど、びちゃびちゃになって困っていたんですけど、これなら FF ヒーターあったかくて乾燥もしない、床もびちゃびちゃにならないと理想の空間ができました。今日はこれでしばらく運用してみます。今日は新しいおもちゃ持ってきてます。ここに IH ヒーター埋め込んで、で耐熱マット今引いています。でこの上にですね、この囲炉裏っぽい固形燃料を使用する五徳を持ってきました。すごい和の感じがしていいですよね。こんな感じで網焼きしたり鍋のしたりしてユーザーの夜を楽しみます。試しでこのすごい大きい椎茸とホタテ焼いてみます。
きいですね。これ椎茸の軸っていうんですかね。もう松茸のように太いです。で、固形燃料は取説見ると直接この火で具材を焼いたりするのはダメみたいなんで、このアルミホイル敷いて焼きます。こういったホタテなどの貝系は大丈夫ですね。火はこの貝殻を熱するだけなんで食材には炎がいきません。なんかすぐ飽きましたね。もうちょっと反対ひっくり返してじっくり焼きます。まだ雪積もってないんでマックスファン回して換気しておきます。はい、美味しそうに全部出来上がりました。大きいですね。いただきます。いやー、美味しかったです。これ晩ご飯のつもりじゃなくて軽く食べただけなんですけど、結構な量ありました。こちらの余った椎茸は後で鍋しますんで、その時に入れます。で、この網なんですけど白くなっていて、ここ火通しませんでした。で、遠赤外線のような感じでまんべんなく温まっている感じでした。なのでもうアルミホイル敷かずに椎茸そのまま焼きました。この鍋ならそんなに大きくないんで、後で一人鍋するにはちょうど食べきれるサイズだと思います。さあ、この貝なんですけど、魚屋さんでもらったこの厳重な袋30になってますんで、この中入れて捨てます。海鮮系は汁とかもう車内に漏れると結構匂い残りますんで、慎重に扱います。それではミスターサウナの準備します。はい、ガスありますね。はい、温水ボイラースイッチ入りました。ガスで温められます。お湯を作ってる間にマルチルームシャワーのセッティングしていきます。はい、ここに FF ヒーターの送風口、温風が出る送風口があります。で、これ開けていましたんで、もうマルチルームの中はあったかいです。今日はケロリンのバスマット使用します。シャンプーはせずに体だけミストサウナ浴びました。はい、床とか濡れてるんですけど、もうこのまま FF ヒーター出しっぱなしにして閉めて乾かします。今回使用したお水は約9リッターですね。
ちょっとグルメのテレビアニメ見てたらお腹空いてきたんで、ここで一人鍋作りながら見ます。いただきます。すごくいい出汁出ています。魚の旨味、野菜の旨味、やっぱり醤油みりんだしの鍋は間違いないですね。身がプリップリです。タラってなんでこんなに鍋に入れたら美味しいんですかね。うわ、すごい吹雪で車が揺れてます。横殴りの雪で窓に雪がべったり張り付いています。一旦片付けて外の様子ちょっと見てみます。今回このだしでですね、明日朝ごはん炊きたかったんで鶏箸使ってました。なんでこのまま冷蔵庫入れておきます。今日は結構こまごました洗い物が多いです。はい、無事全部入りました。明日のお米が楽しみです。いや、前の方からすごい冷気が来ています。ここを境目に運転席はもうすごい冷たいです。アプリで天気予報を確認したら現在大雪注意報が出ています。現在の気温がマイナス4度で朝方マイナス6度まで下がるようです。車内も朝方はかなり気温が下がりそうです。去年お水の凍結はしなかったんで今年も大丈夫だと思うんですけど、ちょっと心配ですね。外どんな感じなんでしょうか。着替えて外出てみます。年には年をということで、この丈の長いスノーブーツ履いていきます。さあ、そして忘れちゃいけないクマスプレー持っていってきます。
めっちゃ降ってる。ちょっと声出しておきましょうか。はははははは。うわ、なんじゃこの世界。吹雪です。吹雪でこれライトつけてても全然先が見えません。これ光消すと真っ暗で何も見えません。すごいなこれ。明日めっちゃ積もりそうですね。ミラーももう雪で覆いかぶさってます。これもすごいですね。こっちが街灯ある方、明るいんですけどすごい横風です。さっき強風でもう吹き飛ばされるんちゃうかったぐらい風が強かったです。これもし車を運転していたと思うとゾッとしますね。いや、今日の雪はね、かなり危険な雪ですね。もう粉のようにブワーって舞って何も見えないんですよね。本当に家近くであってもそうなりそうな、そんな怖さを感じる雪でした。やっぱり日本海側や北陸の雪っていうのは横殴りの雪になるんですよね。特に夜です。風が強くなって雪が降ってる時はもう一歩も動かない方がいいですね。明日の朝はどんな景色でしょうか。雪景色見ながら南魚沼産のお米食べるの楽しみすぎます。あとは湯沢温泉ですね。朝食食べた後に入りに行きます。約10カ所あるらしいんで、万が一行ったところが閉まっていても違うお店は開いてると思います。電気毛布は中にしています。もうすでに中はかなりあったかいです。おはようございます。真っ白ですね。この窓に張り付いた氷、雪が風の強さを物語っています。
結構ね、夜中揺れました、風で。この辺あたり遮るもの何もないんで、風が直で当たるんですよね。なんでイラって揺れました。現在車内 2.5 度ですね。さすがに断熱のあるキャブコンでも外気温がマイナス6度まで下がると結構車内は冷えちゃいますね。ただ布団の中はこの電気毛布のおかげですごいあったかかったです。今もぬくぬくです。じゃあ起きて着替えますんで、エアヒーターで車内温めます。はい、まだ周辺大雪注意報は出ていますね。でこの湯沢周辺の高速道路や日本海側、北陸全部も冬タイヤ規制になっています。一回外の様子見てみます。おお、うわ真っ白やな。これちょっと雪かきした方がいいかもしれないですね。では一旦着替えて外出てみます。その前にお米だけ洗って昨日のだしに浸しておきます。あ、かなり冷たい。昨日のだしに入れて、で椎茸も余ったんでこれももう入れときます。これでしばらくだし吸ってもらいます。あ、マルチルーム乾いてますね。床やカーテンも完全に乾いています。でこれ縛ってトイレで使えるようにしておきます。長めのスノーブーツ履いておきます。かなり積もりましたね。どうでしょうか。30センチぐらい積もってそうです。昨日全く雪がなかった公園駐車場ですが、もう一面雪で埋まっています。ここ除雪来ないんで、初日の雪だったんで大丈夫ですけど、積もってきて2回目の雪とかだったら出れないですね。やっぱり冬ですね。知らない場所での車中からこういった融雪装置のある道路沿いが絶対いいですね。そしたらもし積もってもすぐ出れますんで、これが山の中で除雪の来ない場所だと思うともうゾッとしますよね。ちょっとトイレが行ってみます。自販機も雪かぶっています。これ使えるんですかね。いやしかしすごい綺麗な街並みですね。一晩で一気に風変わりしました。平地でこんなに積もったんで、山の方はもっと積もってそうです。地面に雪や氷がびっしりまとわりついてます。こっちから結構吹雪吹いてました。昨日の夜は屋根の雪軽く落としといた方がいいですね。このバンクがあるんでワイパーは上げなかったんですけど、ここに結構雪積もっちゃいました。で雪が結構重たいですね。でこれまだ夏用のワイパーなんで冬用に変えてきます。今日も雪降りますんで。あ、フロントウィンドウ内側結露でびっしょりですね。はい、じゃあ夏用ワイパーを外します。ここを押してでワイパーを下に下げます。これが冬用ですね。こんな感じでゴムで覆われています。でこっちが夏用です。はい、じゃああとはもうはめて完了です。はい、 OK ですね。はい、夏用ワイパーさんお疲れ様でした。これで
装着完了です。じゃあ、あと雪落としで落とせる分だけ屋根の雪落としておきます。OK。屋根は大丈夫そうですね。ちょっと軽くだけ磨きます。よいしょ。ぼちぼち積もってますね。ちょっと落とせる分だけ落としておきます。ここはテレビアンテナですね。これ衛星放送テレビついてますんで、それのチューナーです。でここにね、マルチルームの換気口あるんですけど、これは熱で溶けて蓋開くんですけど、奥の方ですね、ちょうど真ん中盛り上がってるところはマックスファーなんですけど、もう完全に開かないようになっています。雪で開きません。でこっちがこれソーラーあるんですけど、もう全然見えてません。やっぱ冬はソーラー全然発電しないですね。これだったら。これがマルチルームの換気口です。ここはもう完全に溶けてますね。危険じゃない範囲で下ろしておきます。雪を。はい、じゃあ降ります。この薄めのスマホを使える手袋だったらかなり指先痛くなってきたんで、分厚い手袋に変えます。であとスコップも持ってきました。バンクの雪が全部落ちてきて、ここのフロント、このバンパーの前らへんに全部落ちます。でこれがですね、去年もそのまま走ってたんで、結構ぶつかってこのバンパーが曲がって中に入ってました。で今年はもうちょっとちゃんと取っておきます。やっぱ重たいですね、雪質が。はい、これでフロントバンパーより下の雪になったんで大丈夫だと思います。ちょっとこっち側がね、帰り道心配ですけど、まあ大丈夫かなと思います。さあ、そして最後に大事なもの忘れてました。ちょっと処理したいなと思ってこれ持ってきました。でちょうどですね、ここいい感じに傾斜になってます。ちょっとやってみますね。うまくいくでしょうか。じゃあお尻セットして、はい、じゃあ行きます。よっこいしょ。あかん、全然滑らへん。全然滑らないですね。ちょっとこっちの方が傾斜きつそうなんでこっち行ってみます。さあどうでしょうか。おお、滑ったけど雪が押されて止まってしまいました。あかんかったか。もう一回だけ最後チャレンジします。新雪なんでかなり深くまで行っちゃうんですよね。なんで雪が押さえてストップしました。さあちょっとさらに傾斜きついとこ来ました。どうでしょうか。おっさんの夢と希望をそれに乗せて滑っています。せーの。おお、やっぱ止まりますね。ちょっとこれは無理ですね。この足首のバンドのおかげで全く雪が靴の中に入ってません。ちょっとダサいんですけど、かなり雪遊びするときは効果が高いです。
いい匂いしてきました。お腹が空きました。でもまだしばらく時間かかりますんで、ご飯に合うおかず用意しておきます。冷凍の干物、昨日上越市で買っていました。美味しそうですよね。こちらをフライパンで今から焼きます。豪華な朝食になりました。雪景色見ながら堪能します。いただきます。ちょうどいい焼き加減です。お米の本来の甘さ、それに昨日の鍋のだしスープがほんのり味わえて、おかずなしそのままでも全然美味しいです。次、アジの干物いってみます。外はこんがり、中はふっくらです。少し塩振ってますんで、これおかずとしても優秀ですね。ごちそうさまでした。冷凍の干物初めてフライパンで焼いてみたんですけど、すごい美味しいですね。こんな感じで冷凍室のあるキャンピングカーにはすごい向いてる料理だなと思いました。お魚焼くとキャンピングカー内が結構匂いするんですけど、アルミホイル1枚上にかぶせとくだけであまり匂いしませんでした。冷凍干物はキャンピングカー向きの食材ですね。このアルミ鍋も食洗機で洗います。ご飯炊いたんで結構ご飯がこびりついてます。これ洗っても汚れ落ちにくいんですよね。表面のお米だけ取って一回もこのまま食洗機突っ込んでみます。落ちてくれるんでしょうか。洗剤いつもよりちょっと多めにしておきます。では洗い物は食洗機さんに任してお待ちかねの湯沢温泉行ってきます。このいろりなんですけど、もうこのままここ置いておきます。多分動いてもいけると思います。このソリは今回うまくいかなかったんで、次のポイントでまた試します。あ、ラッキーですね。ご飯食べてる間に結露がなくなりました。エンジンはかかるでしょうか。一発で問題なくかかりました。それではこの公園の駐車場の雪の上走行していきます。はい、問題なく行けました。ほっとしました。いやー、昨日走った街とは思えないぐらい一面銀世界ですごい幻想的です。綺麗な街ですね。で、駅前の方にですね、温泉たくさんあります。ただちょっと駐車場が見たら狭そうだったんで、ちょっと離れた山川の方の温泉に行きます。もうここから3分ぐらいです。もう道路上には雪はありません。除雪車が朝早くから動いていたようです。本当にありがたいですね。あ、ここですね。岩の湯。
すごい雰囲気のいい温泉ですね。目の前には高い山がそびえ立っています。川も流れていて、この音癒されます。駐車場は消雪パイプ、この融雪装置ですね、ありますんで、雪が全部溶けています。この北陸や新潟ではよくこの装置があります。というのも地下水がですね、すごい豊富で、地下水はあったかいんですよね。氷点下によって凍りません。なのでこういった装置が有効になります。北海道では見ないんですけどね。北海道だったらもう出た瞬間に凍ってツルツルになっちゃうんでしょうね。これはもう北陸や日本海側だけの有効な装置です。お風呂セット持っていきます。もう食洗機終わって乾燥になっています。これ汚れ取れてるんですかね。汚れどうでしょうか。鍋のちょっとだけ残ってますね。なんか乾燥してパリパリになっている部分が残っています。他のとこは綺麗に取れています。ちょっと追加でこれだけもう一回洗っておきます。次はいつものこのスピード洗浄ではなくて通常洗浄、こちらでいきます。何回も食洗機していたらお水残量が25リッターぐらいになっちゃいました。で、温泉行ってる間にろ過装置使ってお水をきれいにしてまた満タンに戻しておきます。はい、これで汚水タンクのお水がこの中でろ過されてきれいなお水になります。この温泉施設の屋根、すごいきれいに雪をしてますね。落ちた雪がこんな感じで山積みになっています。屋根にね、全然雪が残ってないんで、もしかして屋根に融雪装置、なんか温まるセンサーみたいなのがあるかもしれません。はい、じゃあ温まってきます。体温まりました。露天風呂はなしで宇宙一つだけ40度ぐらいのお湯でした。宇宙にすごい大きな窓があったんで、雪山も堪能できました。食洗機もう終わってますね。どうでしょうか。だいたいいけますね。綺麗になっています。お水も25リッターから現在35リッターなんで10リッター増えました。まだ増えます。いや、湯沢の車中泊すごい良かったです。いい場所ですね。また遊びに行きたいです。ただちょっとびっくりしたのが柿ですね。果物の木が家の庭とかに置いてある家が何軒かありました。こんなに熊が出没する地域でも住宅街などにあったので結構びっくりしました。熊の危機感は各家庭で結構差があるんだなと体感しましたというか、現地の状況を知ることができました。今回の車中泊での収穫はこの加湿器ですね。FF ヒーターの送風口の近くに置けば床ビチビチにならないし、湿度もきれいに上がってくれます。これは良かったです。で、モバイルバッテリー内蔵の加湿器ももう一個ありますんで、明日以降はそちらも使ってみます。で、このいろりですね。固形燃料で今回料理楽しみました。かなり雰囲気良くて、雪を見ながらゆっくり時間を堪能できました。ただやっぱり火力はすごい弱いなと思いました。料理するのは時間かかります。で、こっちのアイロンストーブですね。前の日に使ったんですけど、こっちの方が火力ありました。本当にゆったり楽しむという感じですね。で、今回この冬の車中生活ですね。何日かしてみて、一番感じたのが、このリアベッドですね。こちら取っ払って、このセカンドシートで寝るようにしていたんですけど、冬になっていろいろ分かりました。まずですね、一番大きいのは、冬になると、敷布団と電気毛布、毛布、上の掛け布団なんで、結構ね、めんどくさいですよね、セッティングが。これは夏気づきませんでした。夏だったらもう本当に簡単にこれピャって広げてシーツと薄い掛け布団だけだったんですぐ終わるんですよね、セッティング。で、次もう一個はこっからの冷気ですね。冬場すごい冷気が来ていました。夏はそんなに気づかなかったんですけど、やっぱ普通の車は隙間空いてますんで外の風が結構入ってくるんですよね。こっち側は断熱ボディなんでこの温度差をすごい感じました。いやー、これが最終形だと思って使っていたんですけど、まだまだ改良の余地がありそうです。で、今思ったのはですね、このリアベッド2段ベッドだったんですけど、これ取っ払ったんですけど、この下のところはもうこういったトイレの収納とか置いてますんで、もう使えません。で、食洗機をですね、あともうちょっと下げることができれば、ここの上の2段ベッドの上段は使えます。この食洗機を上に上げている理由としては、この排水ですね。これがシンクに流していますんで、このシンクのホースより高くないといけません。なので上に上げてますが、もう直接ですね、このシンクじゃなくて、
中の排水ホースにこれを突っ込むことができれば下げることができます。そうすれば食洗機とかこのトイレ収納を置いたままで2段ベッド上段は使えます。そのパターンでいくか、このバンクベッドですね、これをすぐベッド展開できるように改造するかですね。でそうなるとこのテレビ今置いてるんですけど、これも抜けないといけません。どっか違う場所にしないといけません。もうちょっとテレビを小型化にして、もともとあったここのフックですね、ここにアームありますんでテレビをつけるか、もしくはこのスペース空いてますんでこことかですね、なんかつけても面白そうです。まだこの冬の車中生活続きますんで、どれが一番使いやすいか考えながらキャンピングカーを使いガレージに戻った時にまた改良の DIY したいと思います。それでは再出発します。